ゆたまです。今回はムーマの皮をかぶった高速高火力古代ポケモン、羽ばたく髪の紹介です。はい、どん。8分でわかる羽ばたく髪のすべて。ムーマの古代種だけあって、種族値の並べ方がムーマ一族とそっくり。ただ、それがかなり凶悪なバランスになっていて、特攻、特防、素早さが135っていうすごく高い数値になっています。しかもタイプもめっちゃ優秀で、ゴーストフェアリーは弱点がゴーストと鋼の2つだけなのに、ドラゴン、格闘、ノーマルの3つの無効タイプがあります。技もいい技が揃っているので、ほんと弱点は物理耐久だけって感じです。ちなみにこの子も学校最強大会周回要員ですね。はい、ここから詳しく説明していきます。まず特性。古代活性だけしかなくて、スカーレットで出てくるパラドックスポケモンは全員この特性になっています。古代活性、これからのシーズンでは嫌っていうほど見ると思うんですけど、ブーストエナジーを持っているか、晴れ状態だと一番高い能力が上がるっていう特性です。バイオレットパラドックスのクォークチャージは晴れの代わりに駅フィールドで、あとは同じ効果ですね。能力の上昇率は素早さ以外は 1.3 倍、素早さは 1.5 倍。能力ランクアップじゃないので天然で防がれません。これかなり強力なんですけど、ただ他のポケモンにブーストエナジーを使いたかったり、他の持ち物を使いたかったりして、ブーストエナジー使えないと死に特性になっちゃうのが欠点って言えば欠点。なので、晴れパンをするのもありで、そうすれば特性生かしつつ、ブーストエナジー以外の持ち物を使うこともできます。ちなみに羽ばたくための種族値だと攻撃防御の数値を一番高くすることができないので、能力を上げられるのは特攻、特防、素早さのどれかだけになります。素早さ関係。素早さ種族値135はめっちゃ速い。これより速いのはドラパルトとか鉄の包みくらいで、今解禁されていないポケモンを含めてもパフォージアンが同速っていうぐらいです。この素早さ活かしたいので、素早さ上げるために置くようにして、最速かマスカーニャ抜きあたりで調整するのが基本って言いたいんですけど、古代活性使うときにはそのあたりまで素早さ振っちゃうと必ず素早さが上昇することになるんですよね。なので古代活性で火力とか耐久を上げたい場合は、成果構成なしで努力値を振った場合のこのラインまでしか素早さを上げられないので注意です。ただそれでもかなり速くて、素早さ数値118のポケモンを最速にした時と同じ数値、116族の鉄の武人とかよりも速い。もちろん古代活性で素早さを上げるのも強くて、ドラパルト抜けますし、こだわりスカーフマスカーニャとか古代活性発動した轟突きよりも速くできます。ちなみに無振りでも素早さ種族値89のポケモンを最速にした時と同速、セグレイワあたりまで抜くことができます。技。メインウェポンでまず候補になるのはムーンフォースでしょう。ご存知攻威力で追加効果も優秀なフェアリー技です。臆病で火力の補正なしでも、耐久無振りガブリアスを一発で落とせるくらいの火力が出て、古代活性で火力アップさせると、サザンドラの流星群と同じくらいの火力になります。ちなみにダブルなら全体技のマジカルシャインが有力です。ゴースト技の基本はシャドーボールかな。耐久面ヒットポイントに振ったサーフ号を古代活性込みで確定一発にできます。ただムーンフォースが範囲優秀で、フェアリー半減の鋼タイプにはマジカルフレームもあるので、ゴースト技を使わない選択肢もありそう。あと他のタイプ一致技だと耐久型やドレインキッスが一応あり得て、ヒットポイントが低いこの子とかだとかなり回復できます。たたり目や電磁波巻いて起点作りするときとか、他のポケモンで状態異常を巻くパーティーとかだと候補ですね。サブウェポンです。マジカルフレームは相手の特攻を下げることができますけど、ムーンフォースが通らない鋼に抜群をつくことができるっていう意味で大事な技です。晴れで個体活性使うときは特に相性が良くて、左で火力アップさせて弱点をつくとかなりのポケモンを一発で倒せます。あとエナジーボールとか10万ボルトとかパワージェムとかは弱点つきたい相手に合わせて選択できます。ちなみに電気技、普通は10万ボルトだと思いますけど、雷とチャージビームも覚えますね。他にも色々攻撃技あって、最後10個はムーンフォースが今一つの毒タイプ対策、銅、鉄の毒があたりに打点を持てます。ちなみにサイコ検出は覚えません。アシストパワーは能力ランク上がった分だけ威力が上がる技で、瞑想を積む方だったら有効。バトンタッチ使って能力アップ引き継いで殴るっていうこともできます。凍える風は相手の素早さ下げながら極めた隙を潰すみたいな動きができる技ですけど、全体技なんでダブルで流行りそう。悪の波動は一応載せてますけど、悪技ってゴースト技と弱点つけるタイプ同じなので、基本はタイプ1で打ってるゴースト技の方がいいと思います。ここから変化技。挑発は素早さ速い羽ばたく髪と相性良くて、変化技を防ぐことができます。電磁波で麻痺も負けますし、置き土産で相手の能力を下げられたりもするので、先発で出して後続のサポートっていう動きもしやすいですね。ただ、意外に鬼火とか呪いは覚えないので注意です。あと、覚えそうに見えて覚えない技には道連れとかトリックもあります。火力と耐久を上げられる瞑想は有力です。痛み分けはヒットポイントが低いこの子には相性が良くて、相手とヒットポイントを分けてかなり回復をすることができます。体力回復技だと他に願い事も覚えます。回復に一旦かかりますけど、守ると合わせると守るを使ったターンに回復をすることができます。
素早さ速いんで他のポケモンで毒飯巻いて食べ残し持たせて羽ばたく紙で守る身代わりに願い事でターン稼いでっていう方もありえそう。あとトリックルームも使えますね。素早さ速いポケモンなんで相性悪そうに見えるんですけど、トリックルーム使った後に置き土産で自主退場っていう動きもできます。滅びの歌も覚えて相手が剣の前とかの積み技を積んで居座ってくるのを防ぐことができます。実用的かはあれなんですけど、お互いラスト1匹になった時に使うと最後のターンに先に動いた方が負けになるんで、トリックルームで素早さ入れ替えて相手が先に動くようにして勝つみたいな面白い動きができたりします。甘えるは相手の物理攻撃下げられるんで、物理耐久が低いこの子で耐久型したい時用に使えます。相手の能力下げる技だと他に相手の特防下げられる嘘泣きも覚えて、特にダブルだとサポートに使えるかもです。黒いマナー差しは使うの大変ですけど、逃げられなくして滅びの歌と合わせて倒すっていうコンボもありますし、相手の起点作りのポケモンを逃げられなくして瞑想を積む起点にするとか、耐久型で TOD して時間切れで勝つみたいに面白いことができるかもしれない。封印はシングルでは普通は使わないですけど、ダブルでトリックルームと守るを封印するっていうこともできます。ダブルで言うような技には他に手助けもありますね。最後に本バレはスカーレットのパラドックスポケモンをみんな覚えるんですけど、古代活性を発動させるために使えます。テラスターの候補、フェアリーで火力を上げるのは普通に強い。古代活性の火力アップと合わせるとめっちゃ威力出ます。同じ理由でタイプ1のゴースト周りですね。他で候補に上がるのは炎で、鋼タイプ相手に弱点を消しつつ攻めていくことができます。あとノーマルもゴースト技を無効化できますし、弱点少ないで有力だと思います。耐久面、特殊方面は固め。ただヒットポイントは低いので努力値振らないと特防種族値の割には柔らかいです。耐久無振りだとタイプ1で抜群疲れると耐えられるか怪しくて、タイプ不一致なら普通は耐えられるっていうくらいの感じ。物理方面はめちゃくちゃ柔らかくて、弱点疲れたらまず一撃ですし、タイプ1技だと弱点疲れなくても厳しい。ドドゲザの不意打ちがギリギリ耐えられるラインですけど、相手が総大将とかで火力上げてくると耐えられなくなってきます。型をまとめるとこんな感じ。まず特殊アタッカー。努力値は特攻素早さベース、臆病か控えめで、技は範囲を広げるためにいろんなタイプの技を覚えさせるのが基本。変化技を一つぐらい入れてもいいです。持ち物はいろいろあって、火力や素早さを強化するためにブーストエナジーか火力アップアイテムこだわりスカーフ、それか物理技を打たれても1回耐えられるように気合に助けとか、変化技を使わないときは特殊方面に繰り出していけるように突撃チョッキ。対策相手がはっきりしているときはリリーバのみとかカシブのみとかもありですね。次起点作り型。努力値は素早さに振って、あとヒットポイントが特攻あたり。攻撃技が1つか2つくらいで、あとは電磁波長発、置き土産トリックルーム、日本バレとかで高速のサポートをしていく方になります。持ち物は行動回数を増やせるように気合の助けとかお盆のみ。それかブーストエナジーとか火力アップアイテムももちろんありです。最後耐久型。同じような構成で積みアタッカーにもなります。努力値はヒットポイントにはとりあえず振って、あとは特防特化にするか、防御に振ってある程度耐えられるようにするか、先制で瞑想とか甘えるとか打てるように素早さに振るかっていうところです。攻撃技は1つか2つ。この方だとアシストパワーとかもありますね。あとは体力回復のための技と積み技、相手の妨害技、身代わりあたりから選択。耐久メインの場合は耐えつつ相手を削ってダメージを稼いでいきますし、積みアタッカーとしての場合は瞑想をどんどん積んで相手全員を倒すっていうのを狙っていきます。持ち物は体力回復のために食べ残しとかお盆のみ。それか素早さ特防を強化するためのブーストエナジーとか防御特防をアップするための木の実とかが使えそう。ズアとかリュガーとかを使うときは身代わりでヒットポイント調整して発動させて痛み分けとかで回復させるって感じですね。他の方、滅びの歌で相手を滅ぼすのを狙う方とか身代わり守るでターン稼ぐ方とかもありますけど、基本はこんな感じでしょう。はい、だいたい8分。さあ対戦の方やっていきましょう。今回アタッカーの羽ばたく紙を持ってきてて、ひねりからの活躍を狙っています。で、お相手月光が、カジュアルバトルなんで月光が出てきちゃう。こちらはハレパ要員の羽ばたく亀ことコータスくん。ハレパといえばこの子。今回は熱い輪を持たせているので、長くハレを維持できます。とりあえずここはステルスロック巻いていきましょう。相手はハイドロポンプしてくる。当たらない。こちらはステルスロック。ステルスロックを巻いて相手の気合たすきとかを無効化していきます。って言っても気合たすき月光が持ってそうなんですよね。だからその意味ではこの月光がの気合たすきを潰しておく方が重要かもしれないんですけど、どうしようかな。潰しに行きましょうか。火炎放射。あくびを打っていってもいいんですけど、さあお相手テラスタルしてくる。これはテラスタル水かな。テラスタル水。さあ
さあプラスタル水ですけど、今回のコータスは特防特化なので耐えられるんじゃないかと思ってるんですけど、耐えられる。左で水技の威力半減してますしね、月光画のハイドロポンプを耐えていきます。じゃあ首を打っていきましょう。当たらない。これはずるいかもしれないけど、あくびを打っていって、ここは羽ばたかみ出していきましょう。お相手交代してくるかもしれないですけど、お相手交代。さあ、お相手はアマガ。よしよし、アマガならいいですね。今回のパーティー、とりあえずコータスで晴らして、その後相手のポケモンに合わせて、羽ばたく神か、轟く月を出していくっていう単純な構成なんですけど、晴れからのパラドックス強いんですよね。今回、羽ばたく神くん、古代活性で素早さが上がる構成ですね。命の玉も持っていて、隙あれば瞑想も積んで全力を狙いたい。とりあえずここはマジカルフレーム打っていきましょう。マジカルフレーム。これは当然の一撃。晴れで威力が上がって、しかもこちらは命の玉で威力も上がっています。さあ、鉄の武人が出てくる。鉄の武人が出てきますけど、攻撃が高まっていく。鉄の武人のタイプはフェアリー格闘なので、こちらのウンフォースが抜群で入ります。で、今回クォークチャージで攻撃が上がったんですけど、もし素早さが上がっても今回の羽ばたく神は素早さが上がっているので、こちらの方が上を取ることができますね。ここはムーンフォース打っていきましょう。影打ち、それは知らない。影打ちだったらテラストラ切っておけばって思ったんですけど、これ命の玉で落ちるか。鉄の武人は落ちるけど、いやでもこれだけやってくれれば十分かな。ただこちらはまだ羽ばたかないくんがいるので、どちらにしても大丈夫。テラストラちゃんと切っておけば3タでできたんですけどね。この子も素早さ上げていくタイプですね。持ち物はこだわり鉢巻きで火力が出ます。激鱗打っていきましょう。激鱗。よしよし。いい感じに決まってますね。対戦ありがとうございました。さあ、もう一戦やっていきましょう。今度は耐久型っていうか、積みアタッカーっていうか、そういう子を連れてきています。で、相手はオーロンゲ。こちらも壁はるかみ、オーロンゲくんです。ニックネームで圧倒的片割れですけど、リフレクターとか光の壁とかを貼っていくことですね。羽ばたく紙出していきましょう。今回羽ばたく紙を防具特化にしていて、甘えるも持っているので、ある程度物理特殊を受けられる方です。持ち物はブーストエナジー、努力値4だけ素早さに振ってて、素早さが上がるようにしています。ここは瞑想からいきましょう。オーロンゲもだいぶ攻撃落ちてるので、ソウルクラッシュでも痛くないはず、と思ったんですけど、光の壁してきましたね。レンジャーとかじゃなければ問題ない。耐久型にするときに素早さ大事なんですよね。耐久振りよりも相手より早く甘えるとか瞑想とか使った方が硬くなるんで、痛み分けも相手より早く動いて回復するのが大事。素早さ4振りでも古代活性で素早さ上がれば、ドラパルトを抜けるぐらいには早いです。海流くん出てきた。特殊でダメなら物理でってところですけど、こちらには甘えるがある。テラストラ弱点消すためですね。ただ神速は無効なんで、こちらが先に動いて甘えるできます。お相手自信。この耐久ですよ。もともと防御特化で甘える打っちゃえば物理も受けられます。痛み分けしていきましょう。これはお相手絶望じゃないかな。めっちゃ回復してる。ヒットポイント振ってますけど、やっぱりそんなに高くないから回復量がすごい。
そろそろ攻めていきましょうか。ムーンフォースで。耐久型でも攻めるとき素早さ速いのいいですね。対戦ありがとうございました。今回はここまでです。またね。